ともとの僕らの先祖は和紙をする前は農民だったんですけど、どうしてもすごい山の中なので農耕面積がめちゃくちゃ狭いんですよね。このまま人口が増え続けるとみんなが飢饉とかが来た時にこれはいかんぞということになるので、それだったら新しい産業を作らなきゃいけないよねっていう話になって、今から300年前に隣の福岡県の筑後っていうところに、僕の先祖含めた数名が修行に行って、そして和紙の技術を持って帰ってきてスタートした。日本で多いのは楮って言われる原料だったりとか、あとは雁皮って言われるような原料だとかっていうのがポピュラーなものだったりするんですけど、その中で僕たちは楮の原種にあたるカジノキっていうものを栽培して、それを和紙にし続けてきてるんですよね。それを自分たちがチョイスしていろんな原料の中から選択しているというよりかは、もう先祖が植えた株がそのカジノキだったからそれを未だにずっと使い続けてるっていうのが本当のところなんですけど、カジノキはすごく繊維が長いという特徴を持っているので、それで和紙をすいた時に薄い和紙をすいても強い状態の紙が作ることができるっていうので、その強靭さっていうところが直和紙の性能としての特徴というかになるのかなと思います。自分たちが4年前に被災をした時に1年間ぐらいはもう休業状態というか、家族の歴史の中でも和紙作りから離れるっていうことがなかったっていうところで、改めて和紙ってなんだろうみたいなこととかっていうのが自分たちと向き合う一つのきっかけになったりとかして、よくよく考えたら和紙を使って最後に形を和紙に与えてるのって僕たち自身じゃなくて、要するにお客さんとか和紙を使ってくれる方たちが形を与えているっていう、改めて和紙から離れた時にそれがすごい立体的になって思い浮かんできて、自分たち自身が自分たちの素材を使って何かものを作るっていうことが必要かなと思って、その中で今直和紙として新しく取り組んでいるところっていうのは、自分たちの素材を自分たちの手でプロダクトにするっていう、なおの民具って僕たちは呼んでて、例えば和紙を使った畑だったりとか花飾りだったりとか、ある種壺みたいなものだったりとか、そういう身の回りにあるものっていうものからインスパイアされたり、僕たちが日々の工房での生活の中でこういうものがあったら素敵だなとかって無意識で思っていたことっていうのを改めて実際に自分たちの手でものにしていくっていうような、素材屋さんであり続けながらもその領域を少し広げていく取り組みというかっていうことをやってますね。それこそ最初どちらかというとちょっと反骨精神的なもので、それをガソリンにしてものを作るのがよかろうと思っていたところがあるんですよ。これまで和紙がやってきてないことを出して、そしたらそのギャップとかその差分みたいなところがみんなの目を引くんじゃないかなみたいな感じの考えとかでものを作ったりとかしてたんですけど、かなり早い段階でそれが面白くなくなっちゃって、なんでかなって結構考えたんですけど、いやでもそもそも和紙って自分が始めたことじゃないじゃんっていう話がその時の自分にはすごいスッと入ってきて、でそれはもちろん自分で和紙の世界に入ったっていう点では自分で始めたことなんですけど、直和紙っていうもの自体はそれこそ先代の方たちが作って、そしてそれをつなげ続けてきてくれたものであったりとかするっていうことで、何かの延長線上に自分がいる感覚みたいなところがすごいその中であったので、それは未だに僕の中ですごく大事にしていることで、直和紙を取り囲む全部みたいなものが僕がやってる一挙手一投足全部それについてきてるなっていうところがあって、それがすごい自分の中でありがたいことだなっていうふうに思うようになったので、だから本当今も作品をねずっと作り続けてはいますけど、やっぱり手を動かす時には自分の手だけでやってるっていう感覚はもう全然なくて、それがすごい大事かもしれないです。重要なのはそれを忘れないようにするために
頑張るというよりかは、思い出してもらえることとか、自分たち自身も思い出すことっていうことがすごく大事なことだと思っているので、なんかこう直しを触ってみたりとか、直しに来ていろんなものを見てみたりとかした時の思い出みたいなこと、何か誰かのなんか人生の一つのピースみたいなものになることができれば、なんかこんなに嬉しいことはないなっていうふうに思いますし、多分直し自体もそれこそ先代がやってきたことだったりとか、今社会でこういうふうに和紙が使われてるよねとか、あの時こうだったから今こうしてみようみたいなこととかって、なんかこう思い出しながら、今はもうないこととかも、今はもういない人のこととかも考えながら、そういうふうにして自分たちの形っていうものをなんか変え続けてきたように思うので、一つのなんか概念じゃないですけど、そういうものに近い存在に思ってもらえるものになったらいいなっていうふうにはすごく思うので、だからこそ僕たち自体がいろんな角度から直和紙を見て、そして自分たちがこう今の時代だからこそ見つけることができた直和紙の新しい面白さだったりとか、そういうことを皆さんにね積極的にご覧いただける場を作るっていうことも一つ大事かなと思いますし、直和紙がいろんな社会とかと触れ合える接点っていうものを持つことによって、少しでも思い出してもらえるようなものになるっていうのがちょっと健やかかなと思っているっていう感じですかね。